はい、おはようございます。ジャーキーです。今日はですね、この軸から売り出されているメルセデス・ベンツ SLS AMG を紹介します。はい、なんで今このメルセデス・ベンツ SLS なのかと言いますとね、今までこれを買うのをだいぶ渋ってたんですね。このガルウィングの開き方が微妙、これじゃ乗れないというねぐらいしか開かないっていうのがすごい微妙で買うのをためらってました。でももうそれはもういいかなと思って今回買って改造することにしたんですよね。前から見た時も実車に比べるとですね、実車もっとガチャッと開くし、ここがもっと開いてるぞっていう感じになるんですけど、これはワンちゃんがちょっと怒った時の耳みたいにしか開かないんでちょっと微妙だったんですけども、そこはもういいかということで改造していきます。はい、こんな感じでタイヤハウスを広げます。はい、そしてこの部分平らにします。はい、こういう感じでここ平らにしてます。これね、カンカンのなんかお菓子とかおかきとか入ってるよく入ってるカンカンですね。これを使います。こういう感じでこれ使います。こうやって平らにします。はい、これがステアリングユニットの原型パーツです。で、さっきのプラスチックと金属を貼り合わせた部品がこんな感じですね。全部補強のためにプラスチックに金属を貼ってます。次にボディ側にもつけるんですけど、とりあえずシャーシ側につけます。はい、これボディ側にもつけます。はい、でこれボディ側とシャーシ側重ねるとこういう感じですね。ちょっと今ドリルが折れたんでこれを
ステアリングユニットの車軸というか棒代わりにしたいと思います。こんな感じでトロイダルステアリングです。はい、なんで、ああいう複雑な構造にするかって言いますと、街でこういう車を見ると思うんですけど、こういう普通の車についているこういうタイヤっていうのはですね、裏を見ると空間があるんですね。こう空間が、その空間にこういうブレーキとかこういうステアリングユニット、タイヤの向きを変えるためのこう今ハンドルを回してるとぐるぐるこの軸が車軸がですね向きを変えてるのが分かると思うんですけど、こういうのが全部このタイヤのこうね、今向きを変えてるのが分かると思うんですけど、こうやってこういうステアリング装置っていうのが全部この空間の中に入ってるんですね。というわけで車のタイヤが向きを変える中心っていうのはこの辺なんですね。だからこういう動きをしてくれるんですね。でもですね、ミニカーのタイヤにそういう空間を作る余裕がないんで、どうしてもタイヤが回る軸っていうのが、タイヤが向きを変える軸っていうのがタイヤの外に行かないといけないですね。こういう感じで外に行かないといけない。で、外に行かないといけないとどうなるかっていうのをお見せしますね。これ今タイヤを内側と外側を反対につけた状態なんで、このステアリングユニットが外に出てるんですね。タイヤの内側に収まってない状態です。本来ならここに入ってるものが、外に出ちゃってる状態ですね。だからこれがミニカーとかそういう小さい小型の RC とかラジコンでもこんな感じになってるんですけど、こういう状態になっちゃうんですね。でこれでハンドルを曲げるとどうなるか、タイヤの向きを変えるとどうなるかですね。はい、お分かりでしょうか。ここにすごい空間ができちゃうんですね。タイヤの向きを変える装置が外側にあるんで、こういう感じで外側にあるんで、本来ならこのホイールの中にあるべきこの装置が全部外側にある状態。これミニカーとか、小さなラジコンとかで、
と同じ状況なんですけど、こういう状況だとタイヤがこんな感じですごい大きな動きをしてしまう。ここに空間ができちゃうんですね、タイヤハウスに。はい、今度反対側に切ると前にすごいスペースができちゃう、ね。はい、これが通常の状態ですね。ブレーキシステムとか、ステアリングユニット全部タイヤの中に入っちゃって、でこの中に入ってるんですよね。この中に入ってでタイヤの向きを変える軸、中心がこの辺だと、これがですねこんな感じでこのタイヤの中だけで収まる、タイヤハウスの中だけで収まってくる、綺麗に収まってくれるという感じですね。はい、こう見るとさっきよりも全然タイヤの中で収まって、タイヤハウスの中で収まってくれてます。はい、というわけであんなに複雑な動きをさせないといけない、複雑な仕組みで、ミニカーの車輪を回転させないといけない、向きを変えないといけなくなったということなんですね。はい、お分かりになったでしょうか。はい、でここでちょっと疑問に思ったかもしれないんですけど、なぜ前回ステアリングユニットをつけたボルボのトラクターでは、トレーラーヘッドではそういう複雑なステアリングユニットをつけなかったのかということなんですけどね。まあそれを言いますと、これタイヤが細いんですね。このタイヤすごく細い、トレーラーのタイヤなんで、トラックとかトレーラーのタイヤなんで細いんで、こう前後に動いてもそんなに違和感がなかったんですね。こう動いてもこういう感じで、厳密に言うと前後に動いてるんですけどそこまで気にならないというねことだったんで、このもうシンプルなステアリングユニットにしてます。でもこの、メルセデス・ベンツだとこれ乗用車でタイヤが太いんですね。このタイヤの直径に比べてトレッドが広い。これだと前後に行っちゃうと結構分かっちゃうんですね。だからこういう複雑なトロイダル形方式というんですかね、トロイダルステアリングユニット、2つの軸で動かすというね、そういうステアリングユニットにしなければならなかったということなんですね。はい、こんな感じです。